皆様こんにちは。今回なんですけど、真夏の炎天下、直射日光の太陽ガンガン出てる状況でも施工できて、さらに放置しても乾きにくいので、シミになりにくいことで、今話題で発売開始後すぐに売り切れる鉄粉除去剤を実際に使ってどんな感じなのかレビューします。これまでの鉄粉除去剤って乾きやすくてシミになりやすいので、使い勝手が悪かったり、鉄粉除去剤の匂いが結構きつく、そもそも鉄粉除去って粘土でこすったりと洗車素人からするとあまりやりたくない作業というか、そもそもどうやって粘土使うのって人が意外と多いと思います。ちなみに僕も粘土を使ったことないんですが、そんな僕でも簡単にスプレーするだけで鉄粉除去と水垢落としが同時にできるということで、今回ポチったものがこちら。イタリアのメーカーラボコスメティカから発売されている鉄粉除去剤のシデロ。普段オートバックスでしか洗車具使わない人はラボコスメティカって何ですかって感じだと思うんですが、洗車界隈ではラボコスメティカは結構有名で、日本だけじゃなく世界的に有名で、洗車のプロが仕事で使う液剤になります。実際刈谷にある洗車専門店のプラスさんでも使われているメーカーの液剤になりまして、プロが仕事で使う間違いないものになってますね。じゃあなんでプロが使うのかっていうと、やっぱお金もらって洗車してるので、変な液剤使ってお客さんの車にシミがついたりしたらそんなん事故じゃないですか。そういったリスクをなくすために世界中の専門店が使ってまして、さらにラボコスメティカの商品は VDA 認証という日本でいう ISO 認証みたいな一定の水準以上じゃないと取得できない認証を取得しています。 VDA 認証について簡単に説明すると、ドイツ自動車工業会が品質マネジメントシステムの要求事項に準拠していることを証明し、特にサプライチェーン内での製品やプロセスの品質を保証するために使われる認証が VDA 認証で、ドイツ自動車工業会が安全に使用できると認めて発行した認証付きの液剤なので、まあ間違いないやつです。ただそんなん言われても実際に見てみないことには分からんので、今からシデロがどんな感じなのかお見せします。今からシデロを使っていきますか。はい、お願いします。はい、わかりました。まずこのシデロは、はい、現役でもいいんですけど、はい、希釈して1対4まで使えます。はい、これが今回使う希釈用のボトル。これですね、シデロにはついてこないんですけど、パーフェクターっていうクイックリテーラーを買うと付属でついてくるボトル。今日はこれで使います。これなんで使うかというと、結構便利で、ここ見てください。これマックス上でですね、1対1で希釈するときは、このところまで水を入れて、はい、残りを原液入れると1対1になるんです。めちゃくちゃわかりやすいですね。はい。で、今日は1対1でやってみましょうか。わかりました。はい。でこれで1対1の水の量と。そうです。であとは液剤をマックスのところまでいけば1対1になると。そうですね。結構ホイール汚れましたね。結構汚いですか？はい。これを今からシデロ1対1希釈の液剤をかけて反応させて汚れ取っていこうと。うわー、手袋、黒の手袋が茶色になるって相当汚いですね。そうですね。相当汚いですね。相当ついてますね。うわ、育ちましたね。育ちましたね。これ奥も結構ついてますよ。この中ですね。中もびっしり。内側もべっとりつくんですよね。めちゃくちゃ茶色くなってますね。なんかピンク、紫の色。ちょっと紫ですね。すごいな。下の方えげつないことになってますね。これジェルタイプなんで、はい、水みたいな鉄粉除去剤がほとんどなんですよ。なので普通はもうすぐ流れ落ちてなくなるんですけど、はい、滞留し続けるから、はい、で乾いてないので、ずっと鉄粉を取り続けてくれます。張り付いたままですもんね、ホイールのところに。ホイールの内側とかも側面がずっと張り付いてるでしょ。ずっと張り付いてますね。普通はこうならない。普通は垂れますか？垂れて垂れ落ちたところは乾いちゃう、はい、こことかもずっと張り付いてますもんね。実は水垢もあると水垢には黄色で反応するんですよ。ホイールになかなか水垢って難しいので、これがジェルタイプの鉄粉落とし。いいところ。これも 2,3 分で十分ですね。じゃあかけて 2,3 分放置で洗うと。
これが今洗い流した状態と、こっちがまだ洗ってないホイール。明らかに汚れ取れてますね。取れてますね。では流しますね。はい、このホースで十分です。ピカピカですね。かけて流すだけでピカピカですね、これ。へー、すごい。はい、めちゃくちゃ綺麗になりましたね。高圧洗浄機がない家でも普通のホースさえあれば綺麗になりますね。もちろんホイール以外にもいけるので、今から僕が実際にスイスポのボディにかけてどんな感じかお見せします。まずは水で全体的に汚れを落としてからシデロをスプレーします。スプレーしたら5分ぐらい放置します。今の早送り映像を見ると分かると思いますが、思いっきり太陽出てる状況であまり洗車にはよろしくないんですが、実験のためやってます。炎天下で放置しても乾きにくいので全く問題ないんですが、別にそんな暑い時に洗車せんでもいいので、普通に洗車するなら夕方とか曇りが安定だと思います。今回はあえて炎天下に10分放置してみましたが、全然泡流れていかないですよね。これがシデロの特徴であるジェルタイプの恩恵ですね。真夏の炎天下で30分放置しても乾かない特殊なジェルで作られていて、ジェルタイプのおかげで水みたいに垂れずに狙ったところにへばりついて、その間ずっと効果が続いて鉄粉を落としてくれてるので、これが他の鉄粉除去剤と違うところになりますね。他のものだと水みたいな液体が多くて狙ったところの下に流れたりしますが、これは垂れないのがメリットです。ちょうど10分経ったんですが、触っても全然乾いてなくて、触ると結構ザラザラした砂みたいな感触するので、鉄粉がゴリゴリ落ちてますね。このタイミングで鉄粉落とし粘土とか鉄粉落としパッドを使うとより綺麗になるみたいですが、スプレーするだけで十分落ちてるのと、粘土はちょっとめんどくさいので僕はこれで満足ですね。なのでボディ全体にスプレーして5分ほど放置してから水で流すだけで鉄粉が綺麗に落ちるので、スプレーして5分待って流すだけの誰でもできて、しかもドイツの認証付きで車にダメージを与えないことが証明されている簡単で安全な鉄粉除去剤ですね。さらに嬉しい効果があって、鉄粉だけじゃなく水垢汚れも同時に落ちるようになってます。スケール汚れの場合は鉄粉のように紫色ではなく黄色っぽい感じで変色して水垢も落ちる仕様ですね。水垢汚れは普段の中性シャンプーでは落ちない汚れなので、定期的に落としてあげるとガラスコーティングを施工している車であれば撥水が復活するので、定期的にやることをおすすめです。ただですね、スイスポのチャンピオンイエローなどクリアの中に鉄分が入っている塗装に関してはそこも落として変色してしまいます。実際にパネル買って試しましたが、確かに変色したので、黄色のスイスポの方はボディにかけたらダメですね。まとめると、プロも仕事で使うめっちゃいいやつで、乾いてシミになりにくいので素人でも簡単にスプレーするだけで施工できるイタリアの鉄粉除去剤。ただプロ向けっていうのとイタリアから輸入してるものになるのでちょっと値段が高めで、オートバックスなら1000円とか安いものなら600円ぐらいで買えるじゃないですか。こちら3600円するので、その辺で買える鉄粉除去剤に比べて3倍ぐらいするのと、こちらのシデロがめちゃくちゃ人気で毎回すぐに売り切れて品切れになることがほとんどなので、そこだけがデメリットですね。ただ容量は原液が 500ml 入ってて、それを1から4倍まで希釈して使えるので、4倍希釈にすると2リットルになるので、 Amazon でレビュー数4000件超えてるキーパーの鉄粉落としが 300ml で約1000円と考えると、希釈すれば2リットルも使えるので、600円とかでは買えないですが、変に乾いてシミになるリスクが減ることを考えると買っといて損しないかなと思いますね。シミになってしまったら後から修理するのに3000円どころじゃないので、安全のためにもちょっとお金出すのもありじゃないかなと思いますね。ほんとプロの洗車屋さんが仕事で使ってる間違いないやつなんで、買って損することはないと思うんですけど、ちょっと高いのと人気すぎていつも売り切れてるってのがデメリットですが、それ以上にメリット多いので忖度なしでいいやつになります。今回紹介したラボコスメティカのシデロは動画の概要欄に購入できるサイトを貼っておくので、気になった方はぜひ詳細を読んでいただけたらと思います。このシデロはメルカリで転売されてるぐらい人気なので、もし在庫ありになってたらとりあえず売り切れる前に買っといた方がいいと思います。それぐらい評判いいのでぜひ自分で使ってみてください。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど僕が厳選した買って間違いないものだけ紹介するスタイルで車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。